こんにちは、もしおです。今回はメガドライブではおそらく最新カートリッジゲームだと思われるメガタリカンディレクターズカットをご紹介します。ディレクターズカット版ということで最新作ではありますが、オリジナルは94年に海外で発売された人気のアクションゲームです。94年といえばそろそろセガサターンの足音が聞こえてきそうな頃ですが、メガドライブは円熟期を迎えていて良質なゲームがたくさんリリースされていた時期ですね。海外でもメガドライブ、セガジェネシスが絶好調で様々なゲームがリリースされましたが、メガタリカンはそんなメガドライブ後期にリリースされた中でも高い評価を受けているゲームの一つです。ただ残念なことに日本では発売されませんでした。メガタリカンはタリカンという海外で人気があったアクションゲームの3作目にあたる作品ですが、このタリカンというゲーム、ビジュアルも難易度もいかにも当時の洋芸といった感じで、日本人にはあまり馴染みのない内容だったんですよね。実際メガタリカンがリリースされる前の年93年に国内のスーパーファミコンでスーパータリカンという作品が発売されていますが、存在感を示すことはできませんでした。ちなみに激レアソフトとして有名なレンダリングレンジャー R2 はオリジナルのタリカンと開発者が同じなのでどこか似た雰囲気のあるゲームになっていますが、こちらは崇拝されていたりするのでわからないものですよね。結局メガタリカンが日本で発売されることはありませんでしたが、秋葉原の輸入ゲームショップには出回っていましたし、雑誌などでも見かけたような気もしますので、ビープメガドライブを迷子購入するような熱心なメガドライブファンの方であれば知っているという方もいらっしゃるかもしれませんね。個人的には少しコアなメガドライブファンには有名なソフトだと思っていたのですが、以前少しこの話題に触れた時の感触から自信がなくなってしまいました。そんなメガタリカンの復刻版がこちらの製品になります。オリジナルの復刻だけでなく、復刻に際して新たにディレクターズカットバージョンが収録されたのが最大の特徴ですね。実はこの製品2020年の夏頃に予約が開始され、21年の2月か3月頃にはリリースされる予定でした。当チャンネルでもこれはぜひお知らせせねばと思い、当時動画にさせていただきました。その際には任天堂スイッチ版のタリカンアンソロジーボリューム1とボリューム2を予約したのですが、その後全く音沙汰がありませんでした。動画をご覧になっていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。結局予約した任天堂スイッチ版はまだリリースされていないのですが、昨年21年の年末になってカートリッジ版だけ先にリリースするよみたいな情報が入ってきて、新たに購入したものがこちらになります。任天堂スイッチ版は今年22年の5月頃になりそうというアナウンスがありましたが、昨年廉価版であるタリカンフラッシュバックが先に一般の販売店に出回ってしまっているんですよね。収録されているソフトが違うとはいえかなりグダグダな展開です。少し前置きが長くなってしまいましたね。申し訳ありません。今回はメガタリカンディレクターズカットを見ていきます。やっぱりカートリッジの新製品というのは良いですよね。個人的には昨年のダライアス以来になると思います。パッケージは欧州メガドライブタイプと北米セガジェネシスタイプの2種類があったのですが、イラストが大きく描かれている欧州版を選びました。ケースは少し安っぽいのですが、フィルムは当時のメガドライブのようになし地加工が施されています。このあたり本物感を出すこだわりを感じますね。ケース裏の左下にはファクター5のロゴがあります。当時はドイツのディベロッパーでしたが、カリフォルニアに移った後生産され、最近また復活したみたいですね。ケースはシールで封印されていました。そこそこ綺麗に剥がせそうなので、ケースの内側にでも貼っておきたいと思います。開封するとこんな感じです。ちゃんとマニュアル冊子らしきものがあるのが良いですね。カートリッジはこんな感じ。ラベルは綺麗に仕上がっていると思います。
形状は海外仕様にもかかわらず切り欠きがあるので、ちょっとアジアのパチモノっぽい雰囲気が出てしまっていますね。でもまあ、日本を含め世界全体に販売しようとすると、このような形状になってしまうのも仕方ないのかもしれません。裏は何もなく、少し寂しい感じですが、ネジで留めるタイプのケースが採用されています。なんだかんだ言っても、やっぱりカセットっていいですね。そして、こちらがマニュアル冊子です。製品ページにもマニュアル付属と書いてあったので、期待したのですが、これは操作説明カードですね。ないよりは良いのですが、読んだり、眺めたりして楽しむことができないのは、ちょっと残念です。ただ、メガドライブは統一されたハードケースというのが良いですよね。若干形状が異なるものもありますが、家庭用ゲーム機の中では一番しっかりとしていて、ゲームを購入した時に満足感がありますし、所有欲も満たしてくれるような気がします。それでは、ゲームをプレイする前に、メガタリカンの概要をざっとご紹介させていただきます。オリジナルのメガタリカンは94年の6月にリリースされています。タリカンシリーズはファクター5というディベロッパーが開発していますが、メガタリカンに関してはすぐにパブリッシャーが決まらず、最終的にデータイーストが担当したようです。ファクター5は80年代に創業したドイツのディベロッパーですが、当初は創業者が大学生だったりして小規模だったようです。最初に手掛けたゲームは日本の有名なシューティングゲームの要素をミックスしたような内容で R タイプに似すぎているということで販売停止になりました。ただ、その技術力は高く評価され、アミガ版 R タイプの移植を担当することになりました。タリカンシリーズもコントラやメトロイドなど日本のアクションゲームをミックスしたような内容ですが、最終的には技術力が評価され、ゲームボーイ版のコントラスピリッツの開発を担当するようになっています。このあたりの流れはちょっと面白いですよね。タリカンシリーズはもともとはコモドール64やアミガ向けに作られたアクションシューティングゲームで、内容的にはコントラ、メトロイド、サイコニクスオスカーなどをミックスした少し欲張った内容のゲームでした。ホビーパソコンだけでなく様々な家庭用ゲーム機にも移植されヒット作となりましたが、日本人がプレイすると荒削りな印象を受けるゲーム内容であまり話題になることもありませんでした。本作メガタリカンはタリカンシリーズでは3作目となる作品です。メガタリカンの他にタリカン3というのもあったりするので少しややこしいのですが、リリースされたものはほぼ同じで、家庭用を意識したからかそれまでの2作品と比べるとバランスが良く遊びやすい内容になっています。ゲームの方はコントラ、メトロイド、サイコニクスオスカーに加えてスーパーマリオ的な要素やワイヤーアクションまで盛り込んだてんこ盛りの内容です。基本的には一本道のステージクリア型ですが、道を外れたところに色々なアイテムが隠してあったりします。基本武器は3種類。アイテムを取ることで切り替えることができ、補助的なアイテムとしてバリアーや追尾ミサイルなどもあります。基本攻撃の中には団子状になって爆弾を置くというものもあります。このあたりはメトロイドそのままですね。あと、敵の上に乗ると敵がすっ飛んでいくというアクションもありますが、これはスーパーマリオですね。他にも敵を一掃できるボム的な攻撃やワイヤーアクションもあります。アイテムもこれでもかというくらい出現し、よく言えば豪快なゲームと言えるのですが、日本のゲームにあるような繊細なバランス感覚はありませんので、大味に感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。細かいことを気にせずにノリノリのサウンドを聞きながらガンガン進んでいくというのがこのゲームの正しい遊び方なのだと思います。それではメガタリカンをプレイしていきますが、メガドライブ実機で起動する前にレトロフリークでの起動確認もしておきたいと思います。レトロフリークにカートリッジを挿してみます。一応ディレクターズカット版は新作扱いなのでデータベースにはないですね。
アンノーンとなりました。次に起動チェックです。残念ながらダメみたいですね。通常のダンパーを使えばなんとかなりそうな気もしますが、レトロフリーク単体ではプレイできないという結果になりました。それではメガドライブ実機でメガタリカンディレクターズカットをプレイしてみます。今回は序盤のボスまでプレイしてみたいと思います。海外では非常に高い評価を得ているサウンドやオープニングの日本のアニメに憧れつつも下手すぎて笑ってしまうイラストも必見です。Multiple. Multiple. Power up. Laser. Laser.
Laser. Laser. Rebound. Power up.
いかがでしたでしょうか。グラフィックに関しては、当時の洋芸という感じの色使いで、ちょっと色がきついところもありますが、ゲームの方は遊びやすくまとまっていて、ガンガン破壊しながら進むのが楽しいゲームでした。ただ、当時プレイしたのは90年代後半で、それ以降、まともにプレイしていなかったので、ディレクターズカットでどのように変わったのかよくわかりませんでした。一面の途中にマリオとソニックがいるのは確認できましたが、それだけということはないですよね。ちなみに、メガタリカンに関しては、開発したファクター5のサイトに裏技が掲載されていて、その裏技はディレクターズカットでも有効でした。時期を無敵にしたり、ステージをスキップしたりできますので、どうしても先に進めないという方は、色々試してみると良いかもしれません。ファクター5のサイトには、他にも面白いデータが、色々と設置されていたりするので、興味をお持ちになった方は、チェックしてみてください。メガタリカンに関しては、こんな感じの内容ですが、日本でも発売されたスーパータリカンは、それまでのタリカンをすべてミックスしたような内容になっています。ただ、こちらも徐々に高騰してきていますね。偽物もたくさん出回っていますので、購入される方は気をつけてください。メガタリカンの後、95年には海外でスーパータリカン2も発売されています。タリカン色は薄まりましたが、非常に評価の高いアクションゲームに仕上がっていますので、アクションゲーム好きな方は要チェックだと思います。タリカンシリーズは一応スーパータリカン2が最終作となっていますが、レンダリングレンジャー R2 も関連作品の一つです。ファクター5名義ではありませんが、オリジナルのタリカンを開発した方がレンダリングレンジャー R2 の開発を担当しているんですよね。もともと海外で人気のある開発者にもかかわらず、海外では発売されず、日本のみで少量発売され、レアゲーム化し、高騰してしまいました。レンダリングレンジャー R2 に興味がある方、崇拝している方は、ぜひ、タリカンシリーズも忘れずに遊んでみてください。なんだか、まとまりのない動画になってしまいましたが、今回はここまでになります。それでは、また。年度末ということもあり、今回も時間が足りず、もしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サブチャンネルの方も、どうぞよろしくお願いいたします。